今回はドンクのエンシェント、特にテロ側のミッドの取り方を見ていきます。今回見たいのはドンクがエルボーから出る前に何をしているのか、そしてエルボーから出た後なぜ打ち合いが簡単に見えるのかです。エンシェントのパグではテロ側がエルボーから出られないままキャット側の味方だけ先に潰されるラウンドがかなり多いと思います。自分もエンシェントをやっていてここが一番難しいところだと思います。今回の結論を先に言うと、エンシェントはエルボーの出口に立てたらそれだけで合格です。ドンクはカビーのポジションをモロトフで消して味方にフラッシュをもらいつつ、最初に CT から飛んでくる UTT の種類や落ちる位置を確認してからエルボーへ出ていきます。そしてエルボーの出口に立った後は相手がエルボーへほぼ直進気味にピークしてくるので、照準を大きく動かす必要がありません。一見するとエイムで破壊しているように見えますが、その前にエイムをあまり動かさなくていい打ち合いを作っているということです。まずなぜエルボーから出る必要があるのでしょうか。エンシェントの CT 側はミッドを取った後のリターンがかなり大きいです。特にヘブンまで上がることができるとエルボーを上と下の両方から見ることができます。こうなるとテロ側はエルボーからかなり出づらくなります。そして CT がミッドを取ることでケーブ側のプレイヤーも前に出やすくなります。ビスセットやラッシュに対してそのまま背後を取ったり、キャット側のテロ側だけを先に潰すこともできます。つまり CT がミッドを取るというのはただ一つのエリアを取るという話ではありません。ヘブンに上がることができてエルボーを複数方向から見ることができる。そしてキャットの味方と一緒に打ち合いをすることで B へ向かったテロ側の背後を取ることもできる。ミッドを取った後にできることがかなり多いのが特徴です。しかも CT 側はインスタントスモークを投げてそこにモロトフやグレネードを重ねながら前に出ることができます。この UTT 自体もそこまで難しいものではありません。難しくないんだけどエルボーの前まで取れた時のリターンはかなり大きいです。乱暴な言い方をすると、エンシェントは CT 側があまり難しいことを考えずにミッドへ前に出ること自体がマクロ的にも正解になりやすい珍しいマップだと思っています。だからパグではテロ側がエルボーから出られないままキャット側の味方だけ先に潰されるという現象がかなり多いです。逆に言うとテロ側はどうやってエルボーから出るのかを最初に考えないといけません。一番簡単なのはラウンド開始直後に最速でエルボーからピークすることです。インスタントスモークが入っていないのであればこれはかなり強いです。先にエルボーからピークできるのはテロ側なので、ミッドを降りてくる CT を視界がある状態で待つことができます。実際ドンクもインスタントスモークがないラウンドではほぼ必ず最速でエルボーからピークしています。CT 側がスモークをミスした場合もかなり早いタイミングで出ています。ただ基本的にはエルボーにはインスタントスモークが入ります。そしてそのスモークの周辺にはモロトフやグレネードも入ってきます。相手が毎ラウンド同じ UTT を入れてダメージまで確認するようなプレイヤーであれば、無策で最速ピークを続けるだけで毎ラウンド開始直後に HP を削られ続けます。ラウンドを決め打ちして最速で勝負すること自体はあってもいいと思います。ただパグで毎ラウンド繰り返せる方法かというと再現性はそこまで高くありません。だからドンクも正しいインスタントスモークが入っている時にはただただ一人で飛び出しているわけではないということです。ただ一方で UTT が全部なくなるまでエルボーの中で待っているわけでもありません。待ちすぎると CT 側にヘブンやエルボーの前まで取られてしまうからです。最速の UTT は一度避けます。ただ CT 側が前のポジションを取れるほどは待たない。この間のタイミングでエルボーから出るのがかなりミソだと思います。ではその状態をどうやって作っているのか。ここからドンクがエルボーから出る前にやっていることを分解していきます。まずはカビーへのモロトフです。見た範囲ではフルバイラウンドの9割ぐらいは投げています。カビーは一度 CT に入られた後にエルボーから出ようとするとかなり対応が難しいポジションです。エルボーからレッドやドーナツを見ようとした瞬間にカビーからピークされる可能性があります。さらにドーナツ側のプレイヤーとクロスを作られることもあります。なのでドンクは最初からカビーにモロトフを投げて相手がそこにいられない状態を作っています。これによってエルボーから出た後にカビーを見る必要がなくなります。レッド側やドーナツ側に集中できるわけです。実際にこのモロトフによって相手のアウプが炙り出されている場面が複数回ありました。この場面ではドンク自身もアウプに倒されましたが、相手のアウプもモロトフによって倒れています。結果としては相打ちです。ただこのモロトフがなければアウプに一方的なワンピックを与えて終わることになります。このようにカビーのモロトフはアウプだけを倒すための UTT でもなく、カビーからのピークを防いでドーナツとのクロスを消すためのモロトフだと思っています。ただ毎回必ず同じ場所に投げているわけでもありません。相手がエコだったりフルバイではないラウンドではエルボーの出口付近にモロトフを投げている場面もありました。相手が SMG などを持っている場合はカビーで待つよりも前目に詰めてくる可能性があります。そういったラウンドではカビーよりもエルボーの前にいる相手を警戒しているように見えます。これも難しく考えすぎる必要はないかなと思います。基本的にはカビーを燃やす。ただ相手の武器が弱くて前に詰めてくる可能性が高いんだったらエルボーの前を燃やす。そういうことを考えていきましょう。次にフラッシュです。
今回見たデモの範囲だとドンクはほぼ毎回味方からフラッシュをもらっています。ソロパグなので投げる場所やタイミングは毎回少しずつずれています。ただエルボーにインスタントスモークが入っている時に不用意に一人で飛び出している場面はほとんどありませんでした。このフラッシュは最速でミッドを降りてくる CT に簡単にエルボーを取らせない、そういったフラッシュストップとしての役割が一つあります。完全に相手をブラインドせずともフラッシュを受けるために照準を動かしたり止まったりする、これだけでも CT 側がエルボーを見るタイミングを遅らせることができます。その間にテロ側がエルボーから出られる時間も生まれます。このフラッシュは強く投げすぎるとエルボーから出る味方も食らってしまいます。味方を前に出すために投げたフラッシュでその味方を止めてしまったら意味がありません。なので位置や強さについては少し注意が必要です。そして次にエルボーから出るタイミングです。ここは何秒待って出るというような固定されたものではないと思います。最初に入れられたモロトフがどこに落ちたのか、最速のグレネードが来るのか、スモークが正しく入っているのか、味方が先に前に出ているのか、そういったものを見ながら今取れる一番良いプレーを選んでいるように思います。例えば CT 側がスモークをミスした時にはドンクはすぐにエルボーからピークしています。そもそもインスタントスモークがないラウンドでもほぼ必ず最速で出ています。逆に正しいスモークが入っている時には一人で無策に飛び出してはいません。味方からフラッシュをもらったり最初の UTT を一度見てから前に出ています。味方が先にスモークを抜けている場合にはドンクもその後ろからカバーする形をとっています。つまり最速で出るか後から出るかを最初から決めているのではなく、スモークや UTT、そして味方の動きによってそのラウンドごとに動きを変えているということです。また最速の UTT を避けた後に追加で飛んでくるグレネードなどを食らっている場面もあります。これは完全にダメージを許容しているのか避けきれていないのかはわかりません。ただ HP を守ることだけを優先してエルボーから出るタイミングを失わない、そういった判断に見えます。そして今回一番見たいのがエルボーから出た後です。ドンクはエルボーから出た後にそのままドーナツの奥まで走っていくわけではありません。エルボーの出口付近に立って CT 側がピークしてくるのを待っている場面が多いです。CT 側はミッドのコントロールを取りたいのでエルボーの奥を見るために前に出ようとします。そこに対してドンクはアープで待つような形で AK の照準を置いています。このポジションに入れるとドンクの打ち合いがかなり簡単になります。まずカビーはモロトフで燃やしています。なのでカビーから急にピークしてくる敵を警戒する必要はありません。そしてレッド側から投げられるフラッシュもエルボーから出た後であれば軌道を見ることができます。実際ドンクはこのフラッシュを見てかなり的確に避けています。さらに CT 側がエルボーへピークする場合、基本的には直進気味に出てくることになります。ミッドの形状として CT 側が横にスイングすることが構造的に難しいからです。ドンク側としては相手が直進に近いピークを待って照準を置いていけばいい。なので照準をほとんど動かさず打つことができます。これはかなり参考になりました。強いエイムというと相手がどこから出てきても素早く照準を合わせることを想像しやすいです。でも実際には見る場所を一つに絞って照準を動かさなくてもいい状態を作る方が打ち合いは安定していきます。これはドンクほどエイムが強くない人の方がむしろ意識した方がいいところだと思います。一方で CT 側からするとテロ側にエルボーの出口まで立たれるとかなり面倒になります。エルボーの出口には AK が置かれているかもしれない。カビーのポジションはモロトフで使えない。そしてエルボーの奥を確認するためにはドンクに対して直進気味にピークしないといけない。こうなると CT は簡単にエルボーの奥を確認できなくなり、結果的にテロ側が CT を押し込めるラウンドが増えていきます。そうなれば B リテイクの際にも早い段階から背後を取られる危険性も下がりますし、オープニングでチーム全体が瓦解することも減るわけです。もちろんドンクも毎回この勝負に勝っているわけではありません。普通にアープに倒される場面もありますし、アサルトに潰されるラウンドもあります。スモークを抜けていく以上リスクがなくなるわけではありません。ただカビーにモロトフを入れて味方にフラッシュをもらって相手の UTT を確認してエルボーから出ていく。そして相手が直進してくる場所で照準を置く。何もせずにエルボーの中で待って CT 側にヘブンやカビーを取られてから出るよりも明らかに勝てる可能性が広がっているように思います。ある試合では B メインからキャットへ行くラウンドが多く、ドンクとしては珍しくかなり苦戦していました。もちろん1試合だけでは断定できませんが、今回見た範囲ではエンシェントのエルボーはインフェルノのバナネに近いぐらいラウンドへの影響が大きいエリアに見えました。ここまでテロ側を見てきましたが、 CT 側のドンクを見るとなぜテロ側でエルボーから出ることが重要なのかがさらにわかります。 CT 側のドンクは基本的にミッドをプレイしています。よく使っていたのはドーナツの入り口、カビ、そしてヘブンの3つです。ドーナツの入り口で待つときにはテロ側が最初のモロトフを踏んだ音を聞いて、そこにフラッシュを投げるかどうかを判断しています。そしてこのポジションに入った後もかなり積極的にミッドへ勝負しています。カビーに入った時にはテロ側がエルボーから出てきた後に自分からピークすることができます。またドーナツ側の味方やレッド側とクロスも組めるためいるだけで強いポジションです。
そしてヘブンまで取れた場合はキャットとエルボーを上から見ることができます。実際にこのポジションを取れたラウンドではキャットやエルボーとの打ち合いにかなり勝っていました。これを見るとテロ側がエルボーの中で待ちすぎると試合展開が難しくなることがわかります。CT 側にこの黄金ポジションを取られる前にテロ側はエルボーから出ないといけないわけです。ただ CT 側のドンクは毎ラウンド同じ速度でミッドへ下っているわけではありません。レッドで一度止まってフラッシュを投げてから前に出る場面もあります。ドーナツ側からキャットへフラッシュを投げてテロ側の進行を止める場面もありました。このキャットへのフラッシュも味方に必ずピークしてもらうためのものというよりは相手を一度止めるために投げているように見えます。実際にそのフラッシュによってテロ側が一度止まっています。ここまでの話の通りパグのエンシェントは最初の打ち合いがかなり重要です。最初にフラッシュを1本投げることで相手が止まるかもしれない。敵の位置がわかるかもしれない。味方が打ち合いに勝つかもしれない。狙った通りの連携にならなかったとしても UTT を使うことで何かが起きる可能性を少し上げる。そういった使い方だと思います。今回私たちが実践しやすいのはやはりエルボーの取り方だと思います。ドンクは A に行くときは A セットをするラウンドが多く B ランプへ行くときにはラッシュに近い形が多いです。チーターへ行くときは細かいマクロというよりもかなり積極的に打ち合っています。なのでソロパグで彼から学べることはまずこのエルボーの取り方かなと思います。今回全体を通してみるとドンクはエルボーからただ強引に出ているわけではありませんでした。カビーをモロトフで消して味方にフラッシュをもらう。最初に来る UTT を見てスモークがなければすぐに出る。正しいスモークが入っているんだったら無策では飛び出さない。そしてエルボーから出た後はすぐに奥まで進まず相手がピークしてくる場所で照準を置いて待つ。この順番がかなり整理されていました。よく言うヘブンを燃やして味方に任せるよりもカビーを燃やして自分でエルボーから出る方が良くも悪くも自分がラウンドに与える影響が大きくなります。自分も次からはまずカビーにモロトフを入れて味方にフラッシュをもらいながらエルボーから出ていくことを始めてみようと思います。今回は以上です。